무궁화 꽃이 피었습니다. 皆さん、ネットフリックスのドラマ、イカゲームをご覧になりましたか？そのドラマからこんな名詞が出てきます。名詞の中にあるこの文字はどんな意味を持つのでしょうか？この映像の中で後ほど一緒に確認しましょう。おはようございます。韓国語先生、ジニーです。今回は韓国文字の誕生について話します。一般的に韓国の言語を韓国語、文字をハングルと言います。わかりやすく言えば、韓国語は英語、ハングルはアルファベットだと考えてください。今回は韓国の文字であるハングルの誕生をご紹介します。皆さんの国の文字は誰が、いつ、なぜ作ったか記録に残ってますか？韓国は周辺国の中国、日本と違う言語を使いましたが、長い間話し声を表現する文字がありませんでした。それで15世紀半ばまで中国の漢字を表記文字として借りながら、漢字一つは韓国語の一音節の音に変えて発音しました。ところで中国の漢字は話し声だけではなく、語順でも韓国語と大きな違いがあります。例えば、韓国の文章は日本語と同じように主語、目的語、述語の順に並びますが、中国語は英語のように主語、述語、目的語の順に並びます。このように中国から文字を借りて書いてはいましたが、話し声は依然として韓国語を使ってました。しかし、王と高貴な人々は幼い頃から漢字を学んで読み書きができても、女性や普通の人々はその当時、教育を受けることができなかったため、依然として字を読むこともできず、書くこともできませんでした。15世紀の朝鮮時代の王、世宗大王は、民衆が悔しいことが起きても、自分の考えや表現を文章にできないことを哀れに思いました。そこで他の言語を分析しながら、韓国の話し声にふさわしい韓国文字を作ることにします。それでは、文字がないのにどう作ればいいでしょうか？どんな形が韓国の話し声と合うでしょうか？まず、母音の擬音文字は、空の丸い形、地面の平らな形、そして人が立っている形を見て3つ作りました。また、垂直線と水平線を基準形態にして、小さな点を左右、上下に加える原理で、合わせて11個の擬音母音を作りました。続いて、子音の擬音文字は、発音器官の形を模して5文字を作りました。舌の前後、歯、唇、喉の動きの形を考えながら、擬音文字から線を加える方法で、全部17個の子音を作りました。無궁화꽃이 피었습니다。先ほどのイカゲームのこの文字は、韓国語の子音を意味するものでした。一文字は一音節の音です。オージンゴ、ゲーム、丸、三角、四角がきちんとした子音の役割をするのが面白くありませんか？今日はここまでです。次の時間またお会いします。안녕。